俺ですね。今回はね、三重視がリワークされて1週間ちょい経ったんじゃないかな。みんなだいぶこの新しい三重視にも慣れてきて、で、実際変わってから使用率も上がったし、上位にいる人の数も増えたし、デッキの幅も非常に増えましたね。こんなんだったり、こんなん、これはいなかったですけど、このデッキを知ってる人はおじいちゃんおばあちゃんだったりね。今回はね、三重視、変わってどんな前の三重視と比べてどんな使い方になったのかとか、どんなこと変わったのかとかを説明しながら、実際三重視ね、この機会に使ってみようという方はきっと一人ぐらいはいてくれると思うので、大まかな、どのデッキにも共通して言えるようなことを喋りながら、だいぶ順位も落ちたんであんまやってなかったので、回しながらねやっていこうと思います。3戦ぐらいで、3戦4戦ぐらいで、今の30子もうね、本当に一言で言うと、もう序盤からどんどん展開していきたいカードですね。さすがに初手30子は若干なんか一部に切れられそうなんでやめますけど、別にこれも当てていいと思いますね。ってぐらい初手30子じゃねえや、序盤の30子の影響力っていうのはすごい高いと思いますし、いい方向に働くことが多いと思います。やっぱりライトニングとかは実際あんまり昔とね影響変わんないじゃんって思うけど、やっぱりそれぐらいライトニングとか打たないと結構処理が難しいカードになってます。今の30子、特に20子側難しいカードになってるので、どんどんスペル打たして、でその後にエリポンを置く、これかなり基礎的な立ち回りになってますね。今まではね基本逆だったんですよ。エリポン置いてから30子展開っていうのが基本的だったんだけど、今はエリポン30子出してからエリポン、そうすることによってこのエリポンに対して相手はなんかカードを出さないといけなくなる。スペルがないからね、ライトニングっていう。だからこのゲームね、後出しじゃんけんってね、後出しの方が強いんですよ実は。なんでこのゴーレムに対して、強い三重視の当て方とか、強いカードを出せたりするし、これむずいなちょっとむずいな。ほぼ角でトルネが来ると思うんだけど、ここ、はい勝った。もうこの試合勝ちましたね。でもこれもすごい簡単に勝ったように見えるんですけど、実際簡単に勝ったんですけど、この試合は勝ったんだけど、この簡単に勝てる形を作ったのはあの三重視なんだよね。1回目の三重視が形を作ってる。わかるこれ。わかる。この試合は結構わかりやすかったんじゃないかな。1回目の三重視展開を序盤に出したおかげでエリポンがフリーで置けたじゃん。このエリポン、今堂々と立っているエリポン、これが置けたからこんな展開になってる。相手はもうケツゴーレムするしかなくなったし、それに対して自分が有利なカードを30子、ここ一番強いねトルネ相手にその位置に出したしっていう、すごい有利な盤面ってのを俺が作り出したわけですから、実際もうそういう試合でした。ザップって84も食らうんですね。84だから左は折れますはい、もちろんね算数もできますと。なんで今の本当に分かりやすい試合だったと思います。別にこの三重視昔の三重視でもええやんけって思うかもしれないけど、多分この相手には実際昔の三重視でも変わんなかったと思います。でもやっぱり昔の三重視だと序盤に三重視を展開してもあんまり怖くなかったみたいな時があったんですよね。例えば相手が5だと仮定した時に二重視側に5をドーンって打たれるじゃん。そしたらその二重視って前に何かをつけてあげないとタワー一発で死んじゃうから何もダメージ入んなかったの。5を打たれたらミリ残りになっちゃうから。だからそのなんか前につけないとそっちのサイドは弱いっていうのが弱かったんよ。例えばアイゴレつけるとするでしょ。そしたら相手はもう後出しでウッと返すだけで、結局2コスに2コス当ててるだけだから5で処理されてるようなもんだけど、今の時代は5を打たれたとしても、タワー3発かな、3発殴れるはず。3発か4発か殴れるんで、多分3発か2から4です殴れるんで、そこにカードだったりエリクサーっていうのを使わせれるっていう動きが強いですね。そもそも5を打たれたとしてもポイズンを打たれたとしても、ほらこれも三重視、これねもう絶好の三重視機会。特にベビドラとかいうカードはかなりライトニングの使用率高いんで打ってくれるんじゃないかと期待しておりますが、これはね良くないです。これはもういいや、自由にやってくれ。で今の三重視は本当自分から動きたい。どんどん自分から動きたい。こういうゴレに何か当てるっ
っていう試合よりも、自分から三重視展開して相手になんか当てさせるぐらいの気持ちじゃないとちょっと弱っちいですね。これちょっとあんまエリババ削られたくないんで。おー、そこまでしますか。そこまでしますか。いや、これよく、ナイスナイスナイス。ミニペンの一発食らったらやべえって思ったけど、これはナイスですね。実際、これはあの三重視が、あの三重視がって代わり、相手がうまくやってきたな。三重視出した後に5レ合わせられて、三重視があんまりいい形で刺さんなかったからちょっときつかったね、今のは。実際、ちょっと三重視が無駄になっちゃった形になっちゃったけど。それでも2000残ったら十分でしょう。何ってことはスペルがない。ということは、三重視、こっち側にいる三重視は基本フリー。トルネはあるでしょうけど。なんで、それをうまく活かしたいね。どうしようかな。ここでゴリ来たら逆サイエリババ行った方がいいかな。これもエリババ先に出した方がいいと思うんだよな。ほい。進化ネクロゴレに、こういうのも難しいんだけど、今三重視。何が違うのって言われたら難しいんだけどさ、ゴレに対して三重視合わせるんじゃなくて、相手のこっちの三重視にゴレを合わせる形を作りたいんだよね。難しいよね、三重視って。言ってる意味わかんねえもんな。1+2 と2+1 を説明してるような感じ。どっちも一緒やんって思うけど、てか実際どっちも一緒なんだけど言ってることは。でも、違うんだぜってことを言いたかったんです。でもこれはかなりいい感じですね。この出し方ね、今の時代あんましたくないけど、さすがにこんだけ両サイドにいい感じにばらまいてくれたら出したいですね。最近喉がなんか変。さすがにこっちだな。ポンでバインか。それでもほぼ勝ったでしょう。勝ったかな。この試合はなんだろうな、普通に勝ったけどやっぱあれかな、大事だったのは、そのお互いリポン置いた後にちょっと静かな時間の後に俺が逆サイリババしたこと、あそこ絶対相手ゴレ出したかったタイミングなんだけど、相手のゴレに合わせてエリババ出す、これ普通の動きなんですけど、こっちから先にエリババ出すことによって相手にここゴレ出したかったなっていうとこにゴレ出させない。で多分その後30視展開したと思うんだけど、30視展開して自分のペースを握る。もう常に自分のペース、相手のペースに持ってかれない。自分って感じ。もうね、自己中に行きましょう。本当に前ちょっと仕事の話ちらっとちょっとこぼしちゃったんだけど、あんまりネガティブなね、あれはやめとこうと思ったけど、ちょっとね、本当に先週の金曜だったかな。本当にすごかったんで、あの日は。今はね、結構悠々と生きてますけど。うわ、嫌だ。もう嫌だわ。仕事より嫌。ロケット砲士。なんかマイティも食らってるし。いやー、これ良くない分かれ方しちゃうな。いいか。2体仕分けたら。うわ、なんか右入ってるわ。でもちょっとへんてこデッキですね。なんか、いや、わかんねえ。テンプレかも。もう今の俺がデッキを判断できるレベルにはないわ。わざとかな、モスケ。クイークはあると思うんだよな。ロケット押しってなんか大体クイークだしな。エリポン置くか。ここで30視展開はね、ちょっと弱い。いやー、これ微妙。これ、逆サイ行った瞬間飛ばれるとめんどくさいんだよな。さすがにザップって、でもこれ美味しいな。エリポンに対してやることなさそうか、この感じ。逆飛ぶ？飛ばない。ヒースピだけで抑えてもいいし、こういうエリポンが刺さる相手はどんどんエリポン置きたいね。エリポンって結局貯金箱だから、後出しできるんよね、相手のユニットに。こういうロリババ2コストに対してもこっちは3コストの U の最低。3コス割いてるやんけって思うけど、この U のに対して相手もなんか割くからね。結局プラスっていうことが多いんだけど。
まあライト打たれたら三重視だけど、まあ、ちょっとねロケ砲とか吹き矢とか、まあ吹き矢ちょっと違うか、プリンとか、まあ、射程が長いユニット相手にはあんまり三重視ボン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 出していいっていうわけでもないんだけど、まあ、進化ザップ握ってるんでいいでしょうということで。本当にこのさマスケの使用、マスケじゃない三重視ですね、すいません名前があるのにすいません、救急車が通っています。このなんだっけこれ名前なんだっけな、三重視の三重視のこのタゲの悪さはなんとかした方がいいと思うね俺。ちょっとね良くない。ポンん何してんだ相手これ。わかる。一瞬忘れる時あるようなクラロワ。うわ今のマスケ偉すぎる。わかるわ。俺もたまに一瞬クラロワのルール忘れる時あんだよな。俺今勝ってんだよなって思う時ある。この試合も難しいな。この試合むずい説明するのむずいわ。ただエリポンに対してはもっとペチャクチャ喋りたい。もう指導したい、全員にエリポンの使い方ってのを指導したいぐらいなんだけど、やっぱりエリポンはね非常に奥深いカードですよ。面白いカードです。まあでも三重視っていうカードの展開は本当1試合目がかなり分かりやすかった気がしますね。ああいう試合は結構多いんで、どんどん序盤から三重視展開して有利取れるから、今の三重視は序盤に出しても有利取ってこうっていうことです。ラストいきます。さすがに10時だからね仕事ですよ。多分これが上がるのは土曜か金曜の夜なんで、まあ、その頃上がってる頃には非常に気分のいい俺でしょう。なんか聞きたいことありますか？これから多分マッチング時間も増えてきて、聞きたいことあったらなんか書いといてください。もうこんな結構終盤だから少ないと思うけど、そんな見てくれてるあなたの質問にぜひ、相当プライベートじゃない限り何でも、まあ、この半年間働いてるだけなんであんまり変化もクソもないんですけど。でウォールブレイカーですかと。本当にウォールブレイカーとロイジャイは一生いますね。あんま好きじゃないなこの展開。あらー、いやこれ突破しに行っちゃおうっと。いやこれは非常に素晴らしい。ステルスブッシュ強えよな。やばい。自分の下手さにイライラするときあるよね。ステルスブッシュさ、無視するとめっちゃ痛いんだよなこいつ。やばい。逆にね、こういうのは真ん中の方がいいかな。すごいいっぱいいる。どうしようかな。まあ、どうせザップだなこれ。さすがにどうせザップ。いいと思う。俺ねウォールブレイカー無視する派閥なんで、俺マジでウォールブレイカーはもう眼中にない。痛いけど痛いと思わない。痛覚がないんでウォールブレイカーに対しては。あんなニコスが痛いわけがないと思いながら食らってますね。気づいたらタワーない。いやファイスピも痛覚ない。俺マジ痛覚ないんで、もう知らん。急コストを使ってるんだぞこっちは。そんな低コストごときに切ってられるか。切ろ。これはね守ります痛覚あります。実はね、なんと痛覚ありました。これは30種でいいね。なんかノロノロ草も歩いてきてるし、こういう序盤でエリポンに対してやることがない相手、これ多分一発食らった方がいいな。よいしょよいしょよいしょ。ここじゃない気がするな。ちょっと待って、ニコスごときがバカ痛えやんけ。悪くないんじゃないか。
強いて、いやでもな、これ嫌いだわ。この試合はちょっと違うか。あ、カラフル。危ない。いや、あるけど、ない。突破できねえな。考えるわ。ちょっと考えますね。次の試合になってるかもしんないけど。どうしようかな。まあ、ウッド切ったって言ってもさ、もう2秒後ぐらいに回ってんだよな。うわ、これちょっとミスった。ここで起動はちょっとセンスないか、今の。いや、もう、あんなのいらん。なんかあるかな、これ。なんか、こっから未来あります？それでも俺は三重視を展開し続けなきゃいけねえんだよ。三重視使いとして。止めること、いやでも、危な。さすがにこっちだな。頼む。いや、これある。なんで俺今食らった？本当？こいつってゴーストじゃダメだっけ？いやでも多分負けたんでしょうね。なんか知らんけど、クララのルール的に負けたらしいです、実は。まあいいでしょう。まあ最初の何戦かで言いたいことは言えたんでいいです。まあとにかくどんどん三重視展開して、エリポンと三重視の関係値生かして、どんどん三重視展開して、有利にエリポンを置いて、どんどん後出ししていこうという話です。まあちょっとね、もっと奥深い話になると、エリポンの使い方がもっとね、オタクみたいに話したいんですけど、まあ簡単に言うとそんな感じでした。はい。ということで仕事行ってきます。おやすみ。